こんばんは、不動産モフです。今日はですね、株価大暴落ということで、全てが非常にまずいということで、僕の人生の中で一番やばい時が今来そうだ。そういったことについて解説していきたいと思います。僕自身ですね、株式投資15年ぐらいやってまして、リーマンショック、また東日本大震災、そういったデータをですね、見てきて、なんとか生き残ってきました。で、今回も、結構前からですね、こういう株価が大暴落しそうだ予想していて、残念ながら当たってしまいました。今回、そういった経験をもとに、実際ね、別に、不安を煽るわけではなくて、実際のデータを見ながら、僕自身がですね、投資家として、今まで資産を築いてきてるんですけども、今後どう今考えているのか、ちょっと今ステージがさらに変わってしまった、そう思ってます。なので、ぜひですね、今日、今後どうなるのか、一人一人が考えていただくためにもですね、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ちょっと長いんですけれども、ぜひですね、絶対役に立つ情報だと思います。で、非常に重要な情報なんですけども、自分自身ですね、過去動画で、2019年10月18日、10月8日に、まず景気動向指数っていうのはちょっと変わってきていて、消費が悪そうだっていうのが、もうすでにですね、10月の時点でおかしいのが出てました。景気悪化してたと。で、ウームっていう株をですね、僕持ってたんですけども、1月14日に、すべてですね、この決算の後にすべて売ってしまったような形で、で、さらに、決定的だったのが、GDP ですね、2月の17日にですね、GDP がですね、今、下方修正されて 7.1% の減少になってしまったんですけども、想定より大きくですね、景気が後退しているっていうのが分かったということで、これでもかなりやばいなっていうことが自分は、ずっと言ってきていました。で、実際チャートをどうするかどうかっていうと、最初に僕言い始めたのはこの辺だったね、10月ぐらいで、その後株価上がったんで、何事もなくてよかったなと思ったんですけれども、またね、なんかこう騒ぎ立ててみたいな方に持った人ももしかしたらいるかもしれないですね。で、1月14日、この辺ウームの決算があって、で、自分が売ろうかなと思ったのはもう GDP 出たのが2月17ですね。この辺でやばいと思ってました。で、日経平均この辺にどの辺で下がるかって予想していて、僕は1万6000円ぐらいまで下がるっていう風に予想、根拠ないんですけども、予想はしてました。で、実際、ゼッピーさんとの3月7日の時点ですね、このぐらいの時点で2万は割れて、2万円ですね、2万円割れて1万、この動画の中で1万6500円ぐらいですね。PBR0.8 倍ぐらいまでは行くと思ってますって言って、なんか予想通りですね、下がってしまいました。だから今のところ予想はですね、当たっていて、ただね、何が違うかっていうと、この下落のスピードが速すぎて、これ想定外ですね。もっとなだらかに反発繰り返しながらこう行くと思ってました。もっと半年ぐらいかけて。これが、たったですね、この3月7日から10日、13日、2週間程度で、一気にここまで下がってしまうと、これね、完全に想定外ですね。なので、想定をちょっと今超えてきたところですね。もともと僕の予想ってワーストケース、かなり厳しい予想、もう去年この辺でしてたんですけれども、それをはるかに超えてきたっていう状態です。そこを踏まえてこの先どうなるかっていうことですね、今日解説していきたいんですけども、今大混乱ということで、非常に深刻な状態になっています。なので、今週ですね、金融政策どういうことか、また、株価どうなっているの、あと不動産ですね、あと経済事業、そういうのを総合的に見て、どうするっていうのをですね、考えなきゃいけないので、すべてのデータをですね、ある程度見ています。ちょっと、感染者数とか見てるんですけど、それちょっと今、触れられないので触れてないです。あと、今後どうするべきか。で、これはもちろん、現段階での僕の予想なので、当たるかどうかは不明です。はい。偶然かもしれない、当たっているのは。なので、そこはですね、ご了承いただいて、どう取るかっていうのはもうご自身の自己責任で、ぜひお願いします。僕はこう考えているということです。で、全般の状況なんですけども、これね、非常に、めちゃくちゃ重要なんですけども、アメリカの金融政策ですね、もうアメリカが世界の経済の中心にいるので、そのアメリカがどう動くか、これがですね、世界中の景気に大きく影響します。で、トランプさんがですね、非常事態宣言をですね、今週やりました、出して、で、週末に出してですね、それ一瞬株価上がったんですけど、またすぐに垂れてしまったと。で、さらに、FRB がですね、緊急利下げっていうのをやってます。で、大体緊急利下げって、リーマンショックの時前回やってたんですけども、なんか大きな問題が起こった時に緊急で利下げをします。で、これ、利下げって、軽く思われてる方いるかもしれないですけども、中央銀行、銀行ができる唯一のですね、唯一にして最大の、ファイナルウェポンみたいなね、この最後の手段なんですね。でこれを、その前に 0.5% 下げて 1.0% 下げたっていうことで、もうこの金利、ゼロ金利まで今なってしまいました。なのでもうたった、ここの時点で、銀行ができることのですね、普通にできることは全て使い果たした、もう打つ手なしっていう状態に、ノーガード戦状態ですよね。もう今、金利っていうのはダムの水門みたいなもので、ダムの水門をですね、全て開いたような感じ。車で言うとアクセル踏みっぱなしの状態ですね。もうこれ以上エンジン加速できないよ、ウィーンってうなりを上げてるような、そういう動画ですね、どんどん
もうパワーの限りを出したような状態に今なりました。それで、にもかかわらず、ダウ平均が、普通利下げするとですね、株価上がるって傾向にあるんですけれども、それにもかかわらず、一気にですね、3000ドル近く、ダウが下がって、一気に2万ドルに、なりました。この結果を受けてですね、で、さらに今2万ドル割って1万9000ドルを、試すような、状態になってます。だからもう本当に非常にまずくて、今は、2万9000ドルからだいたい 32% ぐらいですね、ダウが暴落していると。このメッセージが非常に大きくて、金融機関はですね、中央銀行としてできることは全てやりきったと。にもかかわらず、戻らない。非常にまずい状態だっていうのが、投資家っていうか、投資家の見解は、これ共通だと思うんですけど、みんな多分まずい状態だっていうのは分かってるはずです。で、日銀はどうなってるか、もう黒田さんの顔も疲れ果ててインタビューされてるんですけれども、ETF の、日銀はずっとですね、株を買ってですね、株価を支えてたと。その経緯としては、ちょいちょい前話してるんですけども、もともと金利はゼロ金利なので、もうすでにですね、アクセル全開ベタ踏みの状態で日本はもうここ10年、20年ずっとやってても銀行ができることはないよっていうところでもう手がないですと。なので、国債を買ってですね、それでお金を供給しようとしたけど、もう国債もですね、全国債の半分近くを日銀が持ってて、これ以上もう国債も買うこともできないよ。じゃあもう ETF 株を買ってですね、ドーピングしてやれって言って、株ね、国が、国じゃないんですけど、中央銀行がこう買って、中央銀行が株買うっていうのはあんまりね、ほとんど前代未聞なんですけど、それで、株価を底上げしてきたと。でも景気は良くならなかった。で、どんどん高い時も買ってったんで、平均取得単価日経平均19,500円ぐらいがね、損益分岐点って、黒田さんがばらしちゃったんですけども、そんな風になってましたと。で、すでに今1万6000円とか7000円ぐらいあるんで、もう含み損に日銀がですね、なってしまったっていうような状態ですね。しかも、さらに、今回の景気対策で、今まで年間6兆円という莫大な金額を買ってたんですけども、それじゃ足らんっていうことで、一気にですね、12兆円に倍プッシュですね。倍の金額を買うっていう風になってました。で、すでにもう、40兆円ぐらいの規模のですね、株を ETF にトピックスの買ってるんですけど、もう相当莫大な数なんですよ、これ。東証一部とかの株のですね、もう 5% ぐらいを日銀が持ってるっていう風になっていて、ほとんどの、半分ぐらいの会社の、大株主にもう日銀は名を連ねるぐらいの株を保有していることになるんですけれども、それをさらに倍プッシュで、12兆円買ってきてると。っていうことで、とんでもないことになってる。で、このまま株買い進めていったらどうなるんだっていうところはまだわからないですね。誰もわからないですし、買っていってどうなるのかっていうのも未知数で、さらに買う額を増した。もうなんかもうアクセル戻らない道路が暴走みたいな状態ですね。これね、いろんな人は言ってるんですけど、僕もこれまずいと思ってます。で、出口はないので、で、買い進めていってね、全会社の株主が、筆頭株主がね、日銀 100% になったらどうすんだみたいなね。どっかで売るにしても売ろうとしたら多分また株が暴落するんで、その辺の対処も分かってないってことで、非常にね、もうなんか投資銀行みたいな、ヘナチョコ投資銀行みたいな感じになってね、ちょっと日銀はやべえなっていうかもうやることなくってわけわかんないことやってるなっていう。で、もう本当にね、これドーピングみたいなものなんですよ。禁じ手ですよね、金融機関が、政策銀行が自分の国の株を買って、株価を底上げするって市場操作みたいな形なんで、これ本当異常ですね。びっくりしてます。しかもさらに倍に上げてきたっていうことで、ありえないですね。で、もう本当ね、アメリカはもうフルパワーでアクセルベタ踏みでもダメだし、日銀もフルパワーで、さらにもうなんか海洋圏の限界突破みたいな感じですね。金使って株価をね、無理やり買ってですね、その経済循環も無視して買ってるんで、普通は株上がったり下がったりするっていうね、それは正常なんですよね。悪い時は、株価下がるってね、で、いい時は株価上がるっていう、そのサイクルもぶち壊してますと。で、それでも金融市場はですね、今収まってなくって、非常にもう大混乱なんですよね。こんなに無力感っていうか、何もできないっていうのはですね、ちょっと僕は感じたことなくってやばいなっていう感じがします。で、もう従来方式は打つ手がないっていうのが今の現状です。もうこれ多分全世界ですね。なので、もうさらに前代未聞の、施策がですね、来る可能性が高いです。例えばね、ちょっとイギリスでベーシックインカムがどうこうとか、トランプさんも50兆円でなんかこう、人に配る、4月5月配るみたいな話が出てきたりだとか、ちょっとそれまだ決まってないんですけど、そういうニュースがちらほら出始めてきました。結局そういう劇薬は副作用も大きいんで、異常なこと。ただ、本当に金融市場がもう全く収まってないと。で、株価もどこで止まるかも誰もわからない。そういう非常になんかこうパニックになってるような状態ですね。で、打つ手は打ち切ったけどもう何も効かないみたいな感じですよね。
なので、今後どうなるかっていうのは本当わからないので、この辺の対策がですね、もう従来方式でもうやりきってるんで、さらにどうするか、そこが、大きな肝になる。ただ何やるかっていうのは今、みんな、やってるんで、そこを結果見極めたいなっていうふうに今すごい、注目、僕はしてます。っていうのは、やっぱ銀行の中央銀行が、無力っていうのはですね、まず一つ今、本当に大変な時になっていると。で、株価どうなってるかっていうと、株価もですね、これダウ平均なんですけども、トランプさんが就任してからですね、就任してトランプ相場で上がってるのが全てですね、この、40日間ぐらいで全て吹っ飛んでると。で、大体3年分ぐらいですね、3年ちょい分ぐらいのやつがもうほぼ戻ってしまったってことで、また本当に急激に下がった、こんなに急激に下がったっていうのはですね、歴史上ないんじゃないかな。リーマンショックとかもこんなに下がってないんで、ブラックマンデーとかでもですね、かなり早く下がってるんで、ちょっとそう恐ろしい勢いで下がっていますね。今のところピークからは37%下がってるっていうところで、株は下がってる状態ですね。で、株が下がるとやっぱり会社のですね、普通の人の株持ってない人は関係ないんじゃないかと思われる方いるんですけども、実際はですね、会社がいっぱい株持ってたりだとか、投資家がその株をですね、売却したりとか、ファンドが売却したりとかして、それで換金したりとかしてですね、給料が減ったりとかですね、いろんなところにやっぱり影響が出てくると思います。例えば、皆さん、僕らの年金ですね。年金も、こういう株をむちゃくちゃ持ってるんで、年金が目減りするって可能性もあります。まだ多分含み益なんですけども、多分大きくですね、マイナスになるって言って、多分そのうち問題ニュースにはなると思います。で、日経平均もですね、この40日間で、だいたい32%ぐらいですね、下がってますね。むちゃくちゃここで大きく下がってると。で、次どこまで下がるかっていうとですね、節目ってないんですけども、この辺ですね、14,860円ぐらいまでは下がるかどうか、そこで反発するかどうかっていうところで、そこ突き抜けるとさらにもう次の、レジスタンスって、ここ線引いてね、抵抗線って言ったりするんですけども、そういうのもなくなるんで、どこまで下がるか、もう本当に混沌としているような状態ですね。で、IT バブルですね。IT バブルの時は、37% ぐらい下がっていて、これも、もう3年ぐらいかけて下がって、4年ぐらいかけて上がってるんで、もし IT バブルぐらいに長引くとしたら、今からですね、2、3年ぐらいかけて下がり続ける可能性はあるっていうふうにちょっと思った方がいいですね。で、この時 37% ぐらいやったんで、もう IT バブルぐらいの、この2年9ヶ月かけて下がった IT バブル、聞いたことありますよね。2000年のね、ドットコムバブルとかね、その2年9ヶ月かけてやったのがですね、たった今回1ヶ月ちょいでですね、同じぐらい下がったっていうことで、かなりインパクトがでかいってことですね。なので今まではこう下がって上がって下がって上がってってこう、なりながら来てたんで、いろんなところでこう、売り場っていうか逃げ場があったんですけど、今回は逃げ場すらなくって気づいたらもう地獄の底、なんかこう、海岸の波打ち際とかで遊んでたらですね、離岸流みたいなのが来て、気づいたら急に沖合にバーッとこう連れ去られたみたいなね、そういう、恐ろしい恐怖がある感じですね。で、戻ったのいつかっていうと、もう結局戻ったの4年かかってるんで、仮にこれぐらい長引くとしたら、2020年なんで今、2027年ぐらいまではずっと株価が下がりっぱなしで、そういう戻るまで、日経平均がですね、24,000ぐらいになったりとかするのに、それがかかるかもしれないっていう可能性もあると。で、リーマンショックの時も、1年5ヶ月ぐらいかけてですね、こう反発していって、53% 下がってるんですけども、もう今すでにですね、35% ぐらい下がってるんで、たった1ヶ月で、壮絶なですね、下げになってると。で、戻りもやっぱ、4年ぐらいかかってるので、これは、ダウなんですけども、なので、それぐらいの覚悟は必要かなと思ってます。で、過去のデータがいつ戻るかっていうのはですね、なかなか難しいんですけども、20% 以上ダウが下落しているのはですね、過去40年間で4回あって、大体、ブラックマンデー、湾岸戦争、IT バブル、リーマンショックなんで、それに今並んできましたよってことで、特に30% 超えてるのは本当 IT バブルとリーマンショックなので、それぐらいですね、かなり、もう今回のショックはもう、この40年間、もう10年に1回レベルにもう達成しましたよっていうようなイメージですね。で、IT バブル、もう現時点ではもう IT バブル級の、暴落が来てるんで、まだこの状態でですね、収束の目処は立ってないです。そういう、目処が立たない時が一番、そこになるんですけど、目処立った時はもう回復しているケースが多いんですけども、リーマンショックとかを超える可能性とかもね、出てきたっていうことで、もう50% ぐらいですね、株価がピークから下がるっていうのも全然あると。で、リーマンショック超えるって言ってる人もですね、出始めていて、
まあ、個人的見解ではリーマンショック超えそうだなっていう風な感覚はあります。これ予想なんでわからないです。ここから急回復して、すごいね、何事もなかったかのように日経平均が回復する可能性はもちろんあるので、そこはわからないですね。特効薬ができたりとかですね、そういうのはあるかもしれないですけども、ちょっとこうわからないです。で、結局、いつがそこで、いつ株価が戻るかとかよく聞かれるんですけども、含み損なんですけどもどうしましょうとか、まあ今はね、結局収束の目処が立ってないっていうことで、影響がですね、今後の影響もわからないですよね、今の状態だから。なので、いつそこになるかもわからないし、いつ戻るかっていうのも今本当にわからない状況です。まあ、事実としてわからないので、なので、まあ、本当に IT バブルとかが、まあ、本当3年かかって下がって、4年ぐらいかかって戻るって、まあ、それが結構長めのですね、調整になるんですけども、まあ、それぐらいかかるかもしれない。7年ぐらいかかるかも、もっと長いかもしれないし、短いかもしれないんですけども、それはまあ一つの目安にはなるかなと思ってます。で、これがゼッピーのケンさんがまとめてくれてるんですけども、まあ、こういう暴落のやつですね。まあ、30% 超えるっていうのは、まあ、ブラックマンデーですね。ブラックマンデー、IT バブル、リーマンショック。まあこの35年間で3回なんで、まあ、4回目が来たっていうことですね。まあ、それぐらい、聞いたことありますかね？ブラックマンデーとかね、湾岸戦争とかね、IT バブル、リーマンショック。まあ、それぐらいに並んだですね、今回はもう暴落しましたと。で、顕著なのはたった1ヶ月ちょいで、まあ、そういうのが起こったってことで、過去最高に早いですね。こんなに早く下落したのは初めてですね。で、まあ、含み損、持ってる株価がまあ含み損になった場合どうするかってよく聞かれるんですけども、これも答えはないんですよね。持ち続ける選択肢もあるし、売却するっていう選択肢もあるので、それはもう自分で判断するしかないんですね。わからないので。だから、結局答えは自分で決めてくださいっていうのが答えになりますね。僕からは何か言うことはないです。で、ただまあ、いつどこで戻るか誰もわからないので、まあ、そういった状態であるのは、認識しておくことが必要かなと思います。で、まあ、とにかく収束は見えてないし、そこも見えてないっていう状況で、まあ、全財産をですね、まあ、失うとか、そういったことはないようにした方がいいんじゃないのかなっていうふうに個人的には思いますね。まあね、全部失ってから後悔しても遅いっていうのがあるので、まあ、そこはですね、生き残ることがすごい重要かなと思ってます。なので自分自身も資産をですね、減らさないようにっていうので、減らしたくないっていうか、なくさないようにっていうことを、守る方を今すごい重視していると。なので、あえて今攻めて投資しようっていうのは全く今そういう気はないですね。で、まあ、不動産の状況どうなのって結構聞かれるのですね、まとめてます。で、まあ、不動産はまだ価格がですね、タイムリーにわからないですけど、リートっていうのがあって、リートの価格がですね、今、ものすごい暴落してますね。リーマンショック以来ぐらいのですね、激しい暴落をしていて、これまた12年ぶりぐらいに、とんでもないことになってます。で、リートって何っていうと、不動産の投資信託なんですよね。リアルエステイトメントインベストメントトラストだったかな。そういう投資信託ですね。で、投資信託って何かっていうと、まあ、投資家からお金を集めて、ファンドの人はですね、物件を買ってですね、こういうビルとかを買って、まあ、それを家賃とか、そういうのをこう配当として返すみたいな。まあそういうのがリートって言ってで、そのお金の権利をですね、まあ普通に売買できるんですよね。その一株っていうか、なので、それがね、市場でリアルタイムで売買できたりとかするので、かなりですね、流動性が高いっていう、このビルを売ったり買ったりってなかなかできないんですけども、この債券ですね、この株の権利っていうのがですね、結構売買しやすいので、そっちがね、まず最初に、動き始めるんですよね。なので、リートの価格を見ておくと、ある程度、今後の不動産の価格とかが若干予想できるっていうのがあります。で、それが、非常にやばいことになってて、東証のリート指数っていう、東証に上場してるですね、リートの、インデックス、まあ、平均値、時価総額で割ったやつみたいなのがあるんですけども、今、ピークがですね、2262円だったのが、今、1338円までですね、一気に1ヶ月ぐらいで吹っ飛びました。で、これ、どういうことかっていうと、7年分ですね、7年かけて上がっていったものがですね、たった1ヶ月で全て消えて、ほんとバブルじゃないですけども、なくなってしまった。今、そういう状態ですね。なので、まあ、50%、そのリートの価格が50%下がったってことは、もしかしたら不動産の価格も50%ぐらい下がるかもしれないっていう可能性があるってことですね。ただ単にみんな、パニック売りで売りが殺到してですね、この後戻すかもしれないとか、リートの価格と不動産の価格が1対1で完全に連動するわけではないので、一概には言えないんですけれども、まあ、リートの価格を見ておくことで、今後の不動産の価格っていうのはね、結構、予想できたりします。で、まあ、これは、
リートは、結局、でかい一等本とか多いんですよ。ファンドが買うのは100億とかですね。そういったものなんで、実際に自分の家とかね、マンションとかどうこうっていうのは、ダイレクトに結びつきにくいんですけども、でもでかいものの不動産のですね、そういう権利みたいなのが、こんだけ下がってますよって思ってもらえばいいですね。それも半額ですね、なってると。これで安いと思われる方いるかもしれないんですけども、これリーマンショックの時どうだったかって見ると、リーマンショックの時は、なんとですね、4分の1になってますね。2600円から680円まで下がってるんで、これまた1年ぐらいかけですね。今だからこの辺ですね。まだ半分ぐらい。さらにそこからさらに下がるかもしれないっていうところなので、一概にリート、どこまで下がるかってわからないですけども、リーマンショックと同じぐらいのですね、衝撃があるとしたら、これぐらいまで下がるかもねっていうのは、覚悟しておいた方がいいかもしれないですね。落ちるナイフを掴むなってね、よく言われるんですけども、この半額今安いなと思ってですね、この辺で掴んでいったらさらにね、半分になっちゃったみたいな可能性は、もちろんあるよっていうのは、認識しておいた方がいいです。リーマンショックよりね、ひどくないとここから回復するっていう話あるかもしれないですけども、ちょっとそういう楽観視できるような状態ではないかなっていうふうに個人的に考えてます。で、またこれね、すごい重要なんですけども、本当やっぱリートはすぐ売却できるんで、下がりやすいですね。みんな投げ売りっていうのはしやすいんで。だから、不動産はやっぱすぐ売れないですよ。100億とかね、こういうビルをすぐ買おうとしても、じゃあ俺買ったみたいな、で、簡単に売買できないので、融資の話とかあるのでですね。なので、リートはね、すぐ売却できるんで、なんか先行して下がりますね。で、今後の不動産の価格もリートが下がってることがすると、同じように下がる、大きくな流れで見ると、下がるだろうって予想している投資家は今多いですね。そのリート、特に巨大ビルとかの投資がですね、ファンドとか買わなくなると誰も買わなくなるんで、今、いろんなですね、でかいファンドとかも、てんやわんやしてて株価がこんだけ下落してるので、こんな不動産なんか手出してる場合じゃないっていう風にですね、なったりすると、もうさらにもっと下落すると。ということで、不動産投資家的には買い場が来るなっていうのはすごい、投資家は今、不動産投資家、虎視眈々と狙ってるような状態ではありますね。で、不動産今買おうとされている場合があれば、もっとね、ちょっと待った方がいいかなって気がします。今消費税増税で、かなり暴落してひよっこんでる中ですね、不動産の価格は下落する可能性がある。これは結論じゃないですけど、可能性はあると思ってます。っていうか下がりつつある状況になると思いますね。で、今、焦って買う必要はあるかっていうと、ちょっと様子見た方がいいんじゃないかなっていうのはですね、僕の推奨ですね。もちろんね、どうしても住みたいよとかね、あるんだったら別に止めはしないんですけども、今あえて買うかっていうと、そのリスクはですね、あるのは認識しておいた方がいいかなと思います。結局ね、給料が下がってしまったりとか、なんかいろいろ事情がですね、変わってしまう可能性もあるんで、こんな時にあえて買うとはね、必要はないのかなと思います。下がってから買ってもいいのかなって思ってます。で、今、融資はまだ若干出てるんで、融資出てるうちに買うっていう可能性もあるし、もしですね、売りたかったら今のうち売るっていうのもありかもしれないです。もちろんね、価格が下がると決まってるわけではないので、別に売らなくてもいいんですけども、もし売りたい場合は、なんかマンションを売る方法っていう高く売る方法を解説してるんで、詳細欄から見てみてください。で、ここまでですね、株とかですね、株とか、金融機関とか不動産の状況で、ここから経済ですね。経済もですね、かなりやばくて、それがですね、その株価に反映されてるっていうような状態になってます。で、今はもう本当世界中のですね、景気が壊滅的になってて、もうまずアップルがですね、最初にiPhone の販売未達ですよって下方修正出したのが、2月ぐらい、半ばぐらいだったと思うんですけども、そういうのが出てますと。それはアップルが、いち早くですね、その不調に気づいたっていうところで、早くですね、解説して、すごい、いいことだと思うんですけれども、アナウンスして、で、中国の工場がストップしたりとかするんで、iPhone が売れなくなるよっていう。でも iPhone 売れなくなると他の部品も売れなくなるってことで、いろんなですね、そのサプライチェーンが回らなくなる傾向にあると。で、さらに、欧州では、ね、国境封鎖されてるし、さらに、オーストラリアですね。オーストラリアではもう入国、なんか出国禁止だったけど、今日入国も禁止みたいな話が出てましたよね。さらにもうアメリカとかでも店舗閉鎖とかで、持ち帰りしかダメとかですね。もうなんか本当に、日本はまだ平穏なんですけども、世界的にはかなりやばい状況になっています。非常にもう恐ろしい状況ですね。こんなことなったことないっていうようなレベルで人もさらに増え続けてると。大したことないって未だに言ってる人いるんですけども、大したことないのに欧州が国境を封鎖するわけがないので、事実を見た方がいいかなっていうふうに思いますね。で、さらに物も売れないし、物も作れないっていうことで、日本国内のですね、インバウンドがどうこうっていうレベルの話じゃなくて、もう世界的に景気が一気にですね、冷え込む。
物も作れないし、物も売れない。そういうですね、非常にまずい状態になっている景気が、これは経験したことない状況ですね。で、過去の、そのリーマンショックだとか、IT バブルとかは、本当ね、金融問題だったので、株価がね、上がりすぎてバブルが弾けたとかですね、なんか不良債権、サープライムローンっていう、信用が良くない人たちに貸したお金が返ってこないとかですね、そういうのが細切れになっていろんなところに世界中にばらまかれているとか、それが信用不安だったりとか、っていうのがあったんですけども、今回も全然違うんですね。実経済が世界中で壊滅的っていうのって、多分ないんですよね、ここ。僕が記憶してるここ2、30年は全然なくって、これ初めての経験ではないかなと思います。非常にですね、歴史上ないんではないか。非常にね、これ重要なんですよ。今までないってね、こんなに怖いことはないですよね。だからもうエビデンスどうするとかですね、そういう時代じゃなくても本当にないことをどうやって、タイムリーにするのかって非常にセンシティブ、難しい問題だと思います。で、金融対策も先ほど言ったみたいに金融効果もなくって、それはもう実経済がですね、もうやられてるっていうところから、もう金利下げるとかですね、ちょっとした動向っていうので、結局ね、今、その、ゼロ金利とかしたから、じゃあ今借りてなんか工場投資しようなんていう仕事全くいないですよね、絶対。ということで、その金融政策とかも全然ダメなので、本当実経済が今本当に、全く全て息してないっていうか止まりかけてる。で、止まってる期間が長ければなるほど、それは会社が潰れたりとかですね、みんな生活が成り立たなくなってくるんで、その期間停止が長ければ長いほどもう壊滅的になって、そこから復活するにはより長い時間かかると思います。やっぱり経済って生きてるので、そこが一回止まってしまうとですね、また動かし始めるって、かなり時間かかるんではないかなっていうふうに、考えてます。どこまでで悪化するかっていうのは非常に予測困難ですね。で、これもちょっと前回やったんですけど、武漢をですね、閉鎖して、中国今ちょっと落ち着いてるんですけど、武漢、だいたい人口が850万人ですね、だいたい1500平方キロメートルぐらいあって、東京とかと近いですね。東京の3分の1ぐらいの広さに今960万人東京なので、東京23区の2、3倍ぐらいで人口同じぐらいですね。ちょっと GDP とは違うんですけども、それが、すべて閉鎖したっていうレベルで、武漢は、やばかったってことなので、東京全部閉鎖したらですね、とんでもないことになるんですけど、それと同じように、もう中国も、全土でいろんな都市をですね、閉鎖して、もう工場を止めてっていうのをやってましたってことで、これ前出したんですけど、NASA がですね、NO2 っていう大気汚染のデータを出してるんですけども、1月と2月ですね、もう全然ですね、空気が違う。実際もう経済活動はもう完全にストップしてるっていうことですね。なので1ヶ月間ぐらいは、経済活動ですね、いろんな工場とか生産がストップしてるってことで、かなりまずいですと。で、この結果を受けて、中国の製造業 PMI っていうですね、この、購買者担当指数って言って、工場とかの購買者が、どれぐらい景気が冷え込んでるかとか、アンケートに答えるっていうのがあって、これがですね、結構、景気の先行きを見る指標として重要視されてるんですけども、で50がですね、普通ですね。50ぐらいで、50より上だと好調でしたと、ちょっと不景気みたいな感じなんですけども、それがですね、2月の、製造業 PMI がリーマンショック超えてですね、今見えますね、吹っ飛んで、35.7 っていうですね、いきなり15ポイントぐらい下がってます。で、リーマンショックの時は38.8 だったっていうふうに言われてるんで、それよりも下がってるんですよ。だから中国の、製造業 PMI の数値を見ると、この時はもうリーマンショックを中国は超えたですね、不景気が来そうな勢いですね。で、この数字って、まだこれ3月に2月のやつが出るので、今まだ2月って中国以外はあんなにそこまで広がってなかったので、これ実際、たまにアメリカの経済指標は順調だとかよくわかんないこと言ってる人いるんですけども、それまだ今3月の結果出てないんで、それ4月に出ますから、4月にこういう結果が多分出るっていうふうに、同じような結果がですね、出る可能性があるんで、今のところ僕はもう織り込んでますね。こういうふうに出るっていうふうに。でも中国はもうリーマンショック並みの、景気が止まって、購買者数、この購買者数がどこまでね、正確にやってるのかっていうのはわからないんですけども、そういった面も含めて、かなり非常にまずいっていうのが、これ深刻ですね。で、まだ日本とかは、まだこういう景気指数には出てきてないですね。消費指数とか1月が出てきたりとかしていて、それは、かなり、まだ回復してなかったですね、日本の消費指数は。消費税上げて、10月、11月、12月、1月っていう風に、それはもう本当に景気がですね、完全に冷え込んでるっていうようなデータになってました。
他にも、すでに中国から部材が来ないっていうことで、日経新聞とかですね、もうこういうリクチルとかのトイレがもう来なくって、建築できないとかですね、住宅が建てられないっていう問題が、今、ちょっと出ていますと。なので、トイレがないから住宅完成できないから引き渡しできないとかですね、そういうトラブルが今ちょっとずつ出てきていってるっていうことで、中国がね、今復活して、そういうの、物不足が解消するかもしれないんですけども、ちょっと今ですね、いろんな影響に。で、住宅建てられないとなると、かなりですね、家ってお金、その GDP 高い消費になるので、それがなくなるとですね、むちゃくちゃ、さらに消費が冷え込むっていうか、悪い結果に経済は縮小するようになってしまうと。非常に問題だと思います。で、またもうすでに、今日とかなんですけども、NHK とかから、トヨタの、車の工場ですね、フィリピン、マレーシア、フランス、ポルトガル工場とかが3月中はもう停止するって決まったりだとか、ホンダ、ソニーとかですね、他にも日立とか、いろんな会社が工場停止し始めてるってことで、それはもうそれどころでないってところだと思うんですけれども、上場企業にも深刻な営業が出ると思うと。で、今、世界中に株安っていう風になってるので、かなり今、ソフトバンクグループのですね、株価が暴落してるっていうのも結構問題だと思っていて、今日、3月19日でもう17%、今日だけで17%ぐらい下がってですね、かなり暴落しました。で、結局ソフトバンクグループは投資会社なので、ビジョンファンドっていうのを持ってて、アメリカのね、ベンチャーとか、世界中のですね、ベンチャー企業に投資してですね、そこからの利益で、成り立っている会社なんですけども、世界中で株が暴落してるんで、それで、大赤字を叩き出すっていうのはもう確定的になってきてます。例えば、ウーバーですね。ウーバーってウーバーイーツとかのウーバーの株価はもう半分ぐらいになっちゃってるんで、それでも相当な、損益出しますし、スラックっていう会社もですね、大赤字な、株価がむちゃくちゃ下がったりとかするんで、そのビジョンファンドの構成銘柄ですね、かなり悪化してるっていうのがありますと。なので、バブってたのかもしれないんですね。ウーバーがね、数兆円してるんで。なので、ソフトバンクも、株価下がってきてて、で、そう、株価下がってくるとですね、またまずいことが起こってきて、孫さんのですね、資産がもしかしたら、飛ぶかもしれないっていうのが若干出てくると。別にこれ嘘を言ってるわけじゃなくて、株を、孫さんがですね、孫さんはソフトバンクグループの大株最大の株主なんですけども、そのソフトバンクグループの株を銀行に預けてですね、それで担保に、お金を借りてるっていうのがあるんですよね。で、むちゃくちゃ、今ここの株を、孫さんが持ってる株の 40% ぐらいをもう銀行に預けて、金をかなり預けてる、借りてるんですよ。で、もし、この株価が下がった場合に、この貸し出してる金額に対する担保価値が割れてくると、もっと担保入れろっていう風になったりとかしていて、そうなるとかなりですね、孫さんがもっと株券入れるか、お金入れるかっていう風にしないと、この株をですね、銀行が全て売っ払うっていうような契約に一般的にはなっているので非常にまずい可能性があると。なので、これ、ブルームバーグとか、昨年9月に出てたんですけども、ソフトバンクの孫社長保有株式が、担保提供増加、下落リスクも高いだって、これもともと、2013年ぐらいの時には15%ぐらいですね、株を、孫さん持ってる株の15%ぐらいを銀行に預けてお金借りてたのも、どんどん増えていってて、2016年には35%ぐらいになってて、今38%ぐらいですね。38%ぐらいの株を銀行に預けてる感じになるので、さっき言ったみたいなこの株価が下落すると、この辺で預けてるやつとかはですね、マイナスになるんで、もっとお金を返してくれとか株をもっと入れてくれみたいな話になってくると、ちょっといろいろ変わってくるなっていうので、この辺のソフトバンクの株はですね、下がると孫さん自体はかなりまずいんじゃないかなと思います。なので追加の、自社株買い入れてきてですね、株価対策したりとか5000億規模のですね、やったりとか、下がると多分まずいと思います。これ大量保有報告書って見ると、孫さんが何を担保に、どこの銀行にいくら何株貸してるかっていうの全部大量保有報告書で出るんで、興味ある人はちょっと見てみてもらえればと思います。ということで、ここまでですね、非常になかなか辛い話ではあるんですけども、でもデータから見ると、ちょっと厳しい状態にあるっていうのも、自分の中の認知ですね。じゃあ、どうすんだっていうので、非常にですね、言いたいこととしては、とにかく生き残ろうってことで、こういう場でですね、資産をなるべく減らさずにですね、残しておくっていうのは非常に重要だと思います。こういう時に、なかなかね、増やすことは難しいにしても、なるべく減らさないっていうことがですね、重要だと思います。なので、いかにね、ちょっとコツコツドカンって言葉があるんですけども、コツコツちょっと増やしていって、こういう時にバコーンと大きく減らしているって、トータルで見るとマイナスになるっていうと、やっぱ、
なかなか意味がないので、こういう時にですね、少しでも損失を減らすっていうのはすごい重要になってきます。で、とにかくもう今未曾有の事態になっていることはもう間違いないので、これ誰しも、ちょっと違う見解の方はもちろんいるかもしれないんですけども、自分のもうね、最初タイトルにもあった通り、ちょっとですね、想像したこともないようなことが起こってきている状態です。さらに悪化する可能性もあって、収束の目処も立ってないし、本当収束するのか。中国はね、ちょっと収束したっていう風に言ってたりとかするので、それ本当であればちょっとね、希望の光が少し見えてきたなと思います。とにかくもう本当ね、落ちるナイフを掴むなってあるんで、こういう時に、中級者とかですね、プロの人は別にもう好きにやっていいんですけども、中級者とかはもう全然落ちるナイフをこう掴んでですね、止めらんないですよ、落ちる株価を。もう、すでに何回もですね、止まったと思ってるって言ってる人は YouTube にコメントいただくんですけど、まだまだ僕は止まってないと思ってるんで、こういった時に、ナイフをですね、落ちるナイフをもう手で握りしめてですね、止めようとしてももう血まみれになってですね、大怪我するだけなので、とにかく地面にですね、ナイフが刺さるまで、見ようと。その跳ね返ってきてからやっても全然遅くないかなっていうふうに自分は思ってます。とにかくね、この生き残る資産をなくすのはやめましょうっていう、なるべく資産を守る。そこを僕はすごい重視してますね。で、本当に未経験、でも未経験者であれば月100円ぐらいから、投資を始めるっていうのはありだと思います。この暴落とかをですね、体験しておくってことはもう今12年ぶりにこういうのが来てるんで、ってことはもう12年前まで遡らないとこういうなんか暴落を体験できないんですよ。だからこういう機会に、体験ですね、ちょっとでもお金を投資して、勉強しておくっていうのはですね、僕はすごい、経験に、後々の経験になるかなと思います。僕自身、リーマンショックとかで株価、暴落した経験があるからこそ、今冷静に入れるっていうのがあるので、非常にですね、大きな人生の経験になるかなと思います。で、こういった時こそ、凹むとかの気持ちはわかるんですけども、自分自身でですね、スキルを身につけるっていうのが本当に大切になると思うんで、多分大規模なリストラとかですね、就職の採用がちょっと減らされたりとか、氷河期がとか、いろいろ多分、良くない時が来ます。多分、今までね、バブルの頃みたいな、こうね、バブル崩壊後はかなり厳しかったみたいな、バブルの頃良かったね、みたいなのが、もしかするとね、2019年まではバブルで良かったよね、みたいな話がですね、後々になるかもしれないぐらいのですね、結構ショックになりそうだなっていうふうに思ってます。で、とにかく会社に勤めてれば安泰とはですね、もう到底言えないような感じで、多分これから残業代カットとか、賞与カットとか、あとリストラとかですね、始まる可能性が出てきます。経済がこれだけ止まっているので、まだタイムリーにですね、会社が動けてないっていうのがあるんで、具体的にはなってないんですけど、多分予想としてはね、多分出てくると思います。で、多分今回の GDP も1、2、3月は、多分10%以上、年換算10%以上の暴落していくんだろうなっていう予想をしているので、個人的にですね、非常に大きなショックになるのかな。で、さらに決算の結果はですね、多分3月、4月、5月ぐらい出てくると、もっとですね、やばくなってくるイメージですね。なので、こういった時にこそ、ぜひですね、もう本当スキルアップですね。自分自身で稼ぐ力を身につけるっていうのは本当大事なので、会社がなくなっても生きていけるようにですね、会社に勤めながら勉強するとものすごいおすすめです。僕自身もそうやってきました。なので、プログラムであれば、人工知能とかですね、RPA、ロボティックプロセスオートメーションとか、あとVBA って Excel マクロですね、とかは、僕はおすすめしてますね。特に VBA とか僕むちゃくちゃ好きでいっぱい勉強してましたね。あと、副業でもお金稼ぎたいんだったら、昨日ちょっと動画であって全然再生されなかったんですけど、ブログとかですね。あとこの YouTube。あと不動産投資とか。いろいろ難易度は高いんですけれども、でも本当にブログとか YouTube はリスクなしでできるんで、ちょっとやってみるっていうのはありかなと思います。不動産投資はね、ちょっとハードル高いし、ちょっと今融資が出ないんでお金ない人やりにくい時代になってきてるんですけども、ちょっと今そういう時期はないのかもしれないですね。で、僕自身も、本当ね、リーマンショックがきっかけで、自分自身頑張んなきゃなと思ったところあったので、こういう危機をですね、どうするかっていうのは本当重要になります。本当2008年ですね、僕自身本当ただのサラリーマンで、お金も大してないし、この時暴落してかなりの損害を食らってですね、もう、人生どうしようみたいな風になってた時期もありました。で、もう会社もですね、潰れかけていて、ちょうどですね、だから12年前をちょっとフラッシュバックしてしまうんですよね、こういう状態を。すごい雰囲気似てるなっていう感じですよね。で、そっからですね、もうこのままじゃいけないんだって思って、12年間ずっとですね、努力をし続けてきて、頑張ってきました。っていうことがあって、徐々にですね、稼げるようになってきた。ブログとかですね、不動産投資、株式とか、いろいろ自分
知ってると思われるかもしれないですけど、これはもう12年間ずっとやってきたからですね、別に頭がいいとかですね、なんかそう、才能があるとかそんなんではないですね。普通に地道に愚直に試行錯誤してきてます。まあ、それだけですね、12年間。同じぐらい努力していれば多分同じぐらいになると思います。で、何やってきたかっていうと、もう本当ね、マネージメント勉強したりとか、業務改善やってみたりとか、株とかですね、プログラムをやったし、人工知能もやったしですね、不動産投資もやったし、会社も経営、今、5年前から会社経営してますし、まあ、税務もわかるし、財務もわかるし、マーケティングもできるし、営業もできるし、あとウェブですね、もうブログとか、まあ、ウェブの SEO とかも、こなせるようになったってことで、もう今12年間やり続けることで、まあ、こういうことができるようになったところなので、もしですね、この見てて、ちょっと不安だと思う方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、この動画、YouTube ですね、僕の YouTube ではむちゃくちゃ勉強になる、今までこの12年間努力してきたことをですね、体系化して、無償でですね、勉強できるようにしてますんで、ぜひですね、この機会に、いろんな再生リストとかね、見ていただければ、きっとですね、人生大きく変わっていくと思います。で、自分自身も本当株の基礎とかでね、これは、勉強してくれた大学生の人とかコメントもらったりするんですけども、本一冊読むの全然いいって言ったりとかしてくれてるので、本当基礎からですね、解説してますし、今お金の授業ですね、お金僕全然貯金できなかった、僕がどうやって貯金していったか、まあこれそのノウハウをですね、解説してますし、あとは実際副業をやるですね、ロードマップこうやってやるといいよとかですね、まあ社会人がどうやってお金稼ぐかとか、ブログを始め方、いろいろやってますんで、ちょっとね、スキルアップしたいなと思うのはね、ちょっとプログラミングが準備してないんですけども、いろんなことね、やってみて、まあ今、この危機に、スキルを身につけるね、チャンスだと思うのは結構重要なのかな、というふうに僕はすごい思ってます。ってことで、今ですね、今まで予想してきましたので、比較的当たってきたと思ってるんですけども、この YouTube 見てくださってる方はわかると思うんですけど、結構僕、前から、やばいって言い続けてきたんですけれども、それが当たってしまっていますと。それは偶然かもしれないんですけども、でもそういった経験をもとにですね、考えてるんですけども、いろんなデータを見ると、ちょっと想定をですね、超えてきたと。その超えてきたスピードで株価も下落するし、この世界中でですね、ヨーロッパが国境を封鎖するなんていうのはですね、想定もしなかったです、僕は。もうちょっとですね、緩やかな、感染拡大っていうのを考えてたんですけども、想定をはるかに今超えてますね。びっくりしてます。っていう状況で、今、投資はですね、中級者とかは、手出ししないで別に積み立て続けるぐらい、僕は今積み立て続けてるわけですね。ドルコスト平均法で。上級者で全然お金、ね、トレーダーの人をどうこうっていうのはもう本当ね、僕できないんで尊敬するんですけども、中級者とかは、あえて今やらなくてもいいんじゃないのっていうレベルですね。で初心者は月100円とかね、1000円とかでも投資信託積み立てできるんで、そういうのはね、やってみても、こういうね、暴落を経験しておくっていうのは、後々ね、すごいこういう時あったっていうのを、やっぱ、実際、中に入ってるので、外から見てるのは全然違うんで、やってみてもいいのかなと思います。で本当未曾有の事態なので、最悪のケースは覚悟してるっていうことで、自分の資産をですね、いかに守るかっていうのは本当に、今考えているところですね。で、スキルを僕自身ですね、身につけるチャンスってことなので、ここで、身につけれる人は大きくですね、このあと10年間ですね、もう10年間準備して頑張り続けた人は、10年後に笑うのか、今ですね、もうこんなね、状況で就職なんかできないともう嘆いてですね、もう泣き晴らしても結局何も変わらないですよ、人生は。だからそういった時に、少しでもね、前を見て、進むことで、僕自身にそうすることでですね、12年前はもう何も自分でどうやって稼いでもいいのかってわからないところから、ちょっとずつですね、今みたいにこう稼げるようになってきた。またこういうふうに YouTube で役立つ情報をね、発信できるぐらいの、12年間積み重ねがあったから、こういうのできるようになったっていうのがあるんで、ぜひですね、この機会に、いろいろ勉強してみていただければいいのかなと思ったりしてます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、チャンネル登録ぜひお願いします。また高評価よろしくお願いします。またですね、いつもコメントありがとうございます。役に立ったらですね、コメントいただけるとすごい嬉しいです。またですね、Twitter で、有益な情報発信しているのでよかったらフォローしてください。また役に立ったらSNS とかでシェアしていただけると嬉しいです。また、インスタとかね、Facebook ページとか、詳細欄貼ってるんで、インスタ最近ちょっと始めたんで、よかったら登録してみてください。どうもありがとうございました。ウェイ。40分間ありがとうございます。この後ね、うなぎを食べに会食に行ってきます。楽しみです。イェーイ。